それから良い点で、台湾ね、文句ばっかり言ってますけど、台湾いい点もいっぱいありますよ、ね、みんな台湾大好きじゃないですか。でも私なんか全然台湾ってどこみたいな感じで来たので、なんか中国と同じと思ってたんですね、最初は。でもなんかすごいみんないい人だし、台湾でね良かったなと思ってるんですけど、台湾のいいところやっぱりね、安全なところですね。日本よりね安全だと思いますね。なんか日本のニュースとか見ると、なんか台湾の方が安全かもしれないと思う。なんかね、変な人がいないんですよね、あんまり。痴漢とかいないですね。日本って痴漢が多くないですか？日本に行った時に若かったっていうのもあると思うんですけど、なんかいろんな痴漢の人がいっぱいなんか追っかけてきたりとか、なんか電車でなんか車両を越えてなんかつけ回されたりとか、なんかこう電車で寄ってきたりとか、なんかいっぱいありましたね。なんかそういう感じないですね。満員電車がないんでね、台湾は。だからなんか安全な感じがします。誘拐とかも、あんまりないような気がします。あとなんか変な殺人鬼とかね、なんかこの間あったらしいですけど、でもなんか日本よりはない気がします。人口もね日本より少ないですからね。そうだからなんか台湾のね文句をいつもね言っててね、でなんかいろんな他の国からねいらっしゃるじゃないですか、皆さん。そうすると「台湾いいところですね」って言われて「そうですね、感謝しなきゃ」っていつも思うんですね。で、台北の人は外国人に慣れている。そうやっぱ日本はまだ外国人に、東京違うかな、でもなんか外国人に慣れてない感じですよね。私実家横浜なんですけど、横浜もなんか外国人多いけど、なんかやっぱりそんなに、道歩いてても、慣れてない感じはします。台北の人の方が慣れてますね。なんか旦那も東京で歩いてて職質にあったんですね職質があるから安全だっていう意見もねあるかと思いますけど、やっぱりなんかね、職質に会うとなんでって思いますよね、会った人にとっては。だからなんか旦那は、うちのねインド人の旦那はなんか台北の方がいいとか言ってますね。台北好きなんだって。で、英語が通じる。台北は結構英語が通じますね。特にここら辺は外国人が多いので、もう私中国語全然ダメなんですね。もうだから英語で暮らしています。日本はねどうですか、英語もう全然みんなわかるかな、東京はね。どうかな。でもやっぱり最近はね、東京もねいろんな英語表記がね多くなったみたいな気がしますけれども、でも台北の方がねやっぱりなんかちょっとインターナショナルな感じがします。それから食べ物と交通費が安い。やっぱ食べ物はなんか安いと思いますね。外食、日本食は高いですよ。日本食とか、あとなんかやっぱ外国の食事とかは、高いですけれども、で外国人がねやっぱり外国に住むってなると、その国のものばっかり食べないじゃないですか。だから食費は高くなると思いますけれども、でも比較的日本よりは外食は安いと思いますね。あと持ち帰りもできる。日本はねもうなんか衛生法みたいな感じで持ち帰りできないじゃないですか。台湾は全然 OK、 持ち帰り OK だからいいですよね。でなんかブッフェみたいなのあって、庶民派ブッフェみたいな感じでお惣菜買えるところとかあるので便利です。すごい安いからいいですね。でもなんかね、旦那はもうインドマサラしか受け付けないので高いものばっかり食べてますね。インドのものはね輸入品なので高いものばっかり。でも台湾のご飯が好きだったら
安く食費は安く済むと思います。でそう交通費はねすごい安いですね。日本に行くとびっくりする。東京だけなんかね高速も高いでしょ。あと駐車場が本当に高いですよね。私駐車場にお金払うの本当に嫌なんですよね。なんか1回1000円とかしないですか。だからね千葉とか行くの大好き。千葉に行くと駐車場タダじゃないですかねえ、もうなんか駐車場になんでお金払わなきゃいけないのって思いますもんね。台湾もね駐車場お金かかりますよ。でもね1回ね300円とかそんな感じで全然平均12時間で300円とか400円とか全然平気ですよ。そんな感じ。あとあれも安いですよ。バスも初乗りが15元だから15元今円安ですけど5かけたら55257575円だから安いですよね。あとメトロも30元とか40元でどこでも行ける感じがします。200円ぐらいでどこでも行きますね。横浜から東京とかってすごい高いね。1000円ぐらいしますよね片道だからね。電車が結構ね安いですよね台湾はね。もう日本もねもっと安くしたらいいと思う。あと時刻表もね日本の時刻表もおかしいと思う。やっぱりね台湾のメトロのいいところはあと何分で来ますよっていうのだけなんですね。時刻表何時何分っていうのがないんですね。だからいいと思う。なんか振り替えとかも簡単じゃないですか。その方があと何分で来ますよっていう方がいいと思う。なんか運転手さんで時刻厳守みたいなんでね事故とかあったじゃないですか。だから時刻表っていうのが良くないと思いますね。やっぱりあと何分で来るよみたいな方がなんか乗る人にとってもその運転する人にとっても精神衛生上いいと思いますね。あとは、日本食がほとんど手に入る。それがいいことですね。インドだと、日本食も手に入ったんですけどやっぱり高かったしそうそう食べれないって感じでしたね。だからインド食食べてましたけどでなんかさらにねそう胃が疲れる時があるじゃないですか。そういう時は中華料理屋さんに行って食べてましたね。でもねインド料理ねなんか南インド料理は私すごく口に合ってたみたいで基本ご飯なんですよね南インドは。なので私南インド料理は全然平気でしたね。ベジタリアンで学校はねベジタリアンだったんでお昼はベジタリアン食べて夜はノンベジ食べてました。私ベジタリアンじゃないのでねっていう感じでしたよ。でもなんかね夏休みで日本に帰るとなんかインドのご飯が恋しくなったりしましたね。カラクセトラの食堂のご飯がすごい美味しかった。もう一回行って習いたいですね。なんかインド料理ちょくちょく作るんですけどなんか味が恋しいですね。美味しかった。やっぱりね大鍋で作るから美味しいんですかね。そういうことあるかもしれない。あとね台湾は自由。台湾の人って人のことあんまり気にしないですよね。日本ってなんかすっごくみんなこうやって見てますね。なんか電車は携帯とかでみんないじってるかもしれないけどなんか人のこと観察してるっていう感じがしてなんかたまに怖いんですよね。電車とかもなんかこう自由におしゃべりとかできないしすごい静かにしてないと怒られるしなんか台湾の人は結構自由で人が何してても気にしないで怒る時は怒りますけどなんか自分に干渉しなければ別に全然平気って感じでなんかこうじゃなきゃいけないみたいなのないですよね。だから自由な感じがいいですよね。日本だとやっぱりなんかこうしなきゃいけないみたいなこうプレッシャーがありますよね。だから台湾はねそういうとこがいいところですよね。なんか住めば都でなんかねないものねだりじゃないですけどどんどんなんかね
嫌なところが目につくとどんどん嫌になってくるかもしれないですね。もうなんかすごい長く住んでるとなんかだんだん疲れてくるじゃないですか。だからインドに住んでる時も何年住んだんだっけ、結局6年ぐらい住んでた6年ぐらい住んでて、もうだんだん嫌になってきて、もう日本に帰りたいなと思って帰ってきたんですよね。でその後2年ぐらいいて台湾に来て、でなんか台湾の6年目みたいなぐらいが辛かったですね。なんかインドより長くなっちゃうと思って、なんかでもなんかインドに行った時は自分の意思で行ったじゃないですか。だけど台湾に来た時はなんか旦那の仕事の関係で来たから、なんか自分が行きたくて来たわけじゃないから、台湾ね好きな人いっぱいいるんでしょうけど、私全然知らなかったので、だからなんかそれが辛かったですね。なんか目的意識がないとやっぱりね、人生ってねうまくいかないじゃないですか。なのでね、でもまあなんとかやってますけど、ね他に皆さんね、台湾について聞きたいことがあったらね、どんどん質問してくださいね全然台湾に馴染んでないけど。ということでまた新しいねお家に移ったらね、皆さんに紹介したいですね。遊びに来てください。なんか全然遊びに来てくれないみんな。でもやっぱ子供がいると遊びに来れないかな、忙しいもんね。なんか妹夫婦とかが家族かもう子供いるんでね、遊びに来るんですね。でもなんかうちに、泊まってもらうんですけど、全然連れてかないんですねいろんなところにいろんな方ってね、皆さんすごい親切で、もう本当にアテンドするじゃないですか、ツアーガイドみたいにあっちこっち朝から晩までね。でもなんかすごい疲れちゃうんで、私全然ね自由にしてもらうんですね。鍵渡して自由に行ってきてねみたいな感じで、新しいところ教えてもらって、いいねみたいな感じでね。でもなんか毎日の生活に一生懸命すぎて全然新しいとこ開拓してないので、なんか遊びに来た人がいたらその人にいろいろ教えてもらったりするんですよね笑っちゃう。ということで引っ越しなんですね。今引っ越しでパッキングで大変、もう毎日パッキングですね。みんなおもちゃとかどうしてますか？なんかほんとゴミみたいね。人のものだからかもしれないけども、なんかこれいるのみたいなゴミみたいなのがいっぱいで、ゴミって言ったらね子供に失礼かな。なんかねレゴとかこんなちっちゃいじゃないですか。もう掃除機で吸っちゃうね。でなんか掃除機がカラカラカラって言って見たらレゴみたいなね。でもああいうのもねいいんですかね、なんか成長にね。どうなんですか？もう本当にねおもちゃありすぎですね。整理しないとダメです。ということで皆さんね、なんかすごい雨とかいっぱい降ってきたりしてるみたいで、梅雨時々のね晴れ間で暑かったりしてね、体調崩しやすいですけれども、皆さんお気をつけてお過ごしくださいじゃあまたじゃあね、さようなら。